皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、私のこと、参議院選挙の公募に申し込みをしている件の進捗状況について報告します。現在のところ選考の途中であり、1回オンライン面接を行いました。その面接では、公職選挙法に定められるような事前選挙運動などをしないようにというような説明や、もしもそうした活動をしていることが確認された場合においては、そもそも党公認の候補者になることはありえませんよといったような説明などが行われました。また、私が参議院選挙の全国比例区向けの志望を出していることから、インターネットで支持者を募るという考えであるならば、その選挙戦略やその活動内容について資料にまとめて提出してくださいといったようなことが宿題として提示されました。なので今の私はまずは追加資料を提出する段階にあります。また、今後の話なのですが、私はインターネットで活動していますが、基本的には人付き合いの非常に少ない地盤も看板もカバンもない、ないない尽くしの人間です。そうしたこともあって、実際の選挙に向けての人脈や資金が調達できているわけでもありません。もしも今後、選挙のことを真剣に考えるのであれば、いわゆる選挙参謀になるような人物を見つけておくことが非常に重要だというような説明も受けました。ただし、こうした選挙参謀になる人や、もしくは選挙を支える人たちに対しては、決してお金を出してはいけないといったことも同時に今のうちから注意を受けました。これは選挙を戦う上で、まつわる人々は、全員が全員に報酬を受け取らない、あくまでもボランティアの人たちで戦うことを前提としているからです。例えば、広報会社などが報酬を受けた形で選挙運動の戦略を立て、実際に SNS 等で発信の作業などを行っているのであれば、それは非常に問題だということが、つい最近だと兵庫県の知事選周りであったり、さらに東京都知事選のその時には言われなかったことを今になって新たに問題があるんじゃないかといった具合にして報じられている人もいます。何にしても今のところ私には選挙参謀のような人はいませんから、さてどうやってそういった人とつながりを持つべきか、新たな悩みを抱えているところです。ちなみに冗談でも何でもなく、そうした選挙を取り仕切った、もしくはプランニングなどをしているといったところで、無報酬でも協力しても良いよというような人がいれば、名乗り出てくれると嬉しいです。ただし、これはあくまでも私が公認候補者になった場合における話で、まだまだその段階ではありませんから、今のところはそこまで話が具体的になっているわけではありません。その段階になってから私の連絡窓口を公開しようと思います。ちなみに国民民主党、ここ最近の話題としては、金融所得課税 30% にというような話題から、減税と言っていたのに増税なのかよというようなところで話題になっているようです。今回はそのことについても触れておきましょう。国民民主、金融所得課税 30% に SNS 上で増税反発広がる。幹部は火消しに躍起。国民民主党が去年末に打ち出した金融所得課税 30% への引き上げをめぐり、増税との反発が広がっています。党幹部は決まった話ではないなどと火消しに追われています。株取引や投資信託などで得た所得に対する金融所得課税について、国民民主党は税制に関する考え方として12月に取りまとめた政策の中で分離課税を 30% に引き上げ、総合課税と選べるように目指すと明記しました。国民民主党は去年の衆院選の公約でも格差是正のため富裕層や高所得者層からの課税強化を掲げていましたが、役職停止中の玉木代表が党の取りまとめ内容を認識せずに SNS 上で反論、ユーザーから指摘を受け 30% への引き上げが注目されると、金融所得課税を増税するなら支持できないなどと反発の声が相次ぎました。こうしたことを受け、古川代表代行は会見で、あくまでも検討する方向を示したというだけで、決まった話ではないと説明したほか、玉木氏も 30% 課税が公約にならないよう、党内で議論を深めますと、X に投稿するなど、政策の軌道修正を迫られる格好となっています。この件で玉木代表は YouTube で積極的な発信を行っています。特に X では、すぐさま国民民主党が 20% から 30% へと税率を引き上げしたがっているかのように受け止める方が多いようなのですが、そうではないですよということについて話しています。
また、今後の金融所得課税についてどのような考えを持っているかも明らかにしていますので、詳しくは動画の概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひともご覧ください。株の取引をしていくことがない人も多いため、まず最初に言っておきますが、売買をした時の課税方法として選択肢があります。それが分離課税と総合課税です。総合課税は株の売買以外の様々な収入全体を見ての税率を決定するもので、一方では分離課税であれば、今は 20% と決まっているわけですから、利益が多ければ多いほど、例えば所得税のような累進課税でどんどんと税率が上がることがなく 20% に抑えることができる、そうした税制です。ですから、株の利益とその他の収入を全部合算してしまうよりも、分離課税で 20% で済ませた方がお得だなという人たちにとっては、20% から 30% へと上がるというのは、ちょっと待ってほしいという話へとなるわけです。そして私自身は、まずその話をする前にやるべきことがあると思っています。それが NISA 枠のさらなる拡充です。現在の NISA には、旧 NISA からも比べて、はるかに使い勝手が良くなりました。全体で1800万円の非課税枠が作られたというのは、多くの国民にとっては十分な枠だとも言えます。しかしそこには欠点があるとも私は思っています。それが実際に多くの人たちが利用しているこの NISA 枠なのですが、海外への資金流出といったものが続いています。というのも、日本企業の株価というのは非常に波乱万丈な面があり、特にバブル崩壊以後においては非常に多くの企業が株価低迷もしくは下落基調をたどったといったこともあり、長期投資としての魅力に疑問符がついているようなものだからです。そのため一般的にはアメリカの代表的な指数である S&P500 やもしくはオールカントリー世界株式へのより広く分散した投資の方が資本主義経済全体の成長と一緒にある程度の利益が見込めるだろうという過去から学んだ鉄板の方式があります。しかしそれに伴って日本市場よりもアメリカの市場に対する需要が強くなりすぎて S&P500 やオルカンを買い続ければいいやというような形で日本のお金が外へと向かいすぎている問題があります。そうしたこともあって現在の NISA にさらなる拡充を私は加えるべきだと思っています。それが日本市場限定の枠を設けてさらなる拡充を行うことです。日本企業に対するイメージだとどうしてもあまり儲かっている企業はなくてアメリカに圧倒されているんだろうなという思いを抱かれている方もおられるでしょう。しかしそれはアメリカのビッグテックと呼ばれるようなGoogle や Amazon、Apple といった超巨大企業に比べればどうしても見劣りはするものの企業間取引のようなあまり世間での認知度が上がらないような業種においては世界トップシェアを取っているような企業も数多くあるのが日本企業の特徴です。そうした日本企業の中でも国際的に活躍している企業たちだけを見てみれば決して日本企業に対する投資も悪いものではないのです。また人口減少が続いている日本ではあるものの同時に人口減少だからこそ都市部への人口集中や地方の過疎化といった現象によって都心部における不動産価格の上昇といったものもあります。ですから、不動産投資信託のような配当をたくさん出すようなタイプの金融商品について言っても、選択肢を誤らなければ資産形成の役には立ちます。これも人口が増え続けている国に対する投資だけではなく、減っているからこその過密化といった現象もちょっと勉強しておくと、値上がりによる利益だけではなく、配当利率という面でも投資先が存在することを見つけることができます。現在の NISA 枠であれば、全部で1800万円なわけですが、これにさらに数百万円分の日本限定枠を設ければ、私は一般国民にとってはもはや金融商品に対しては、全部非課税枠で収まるんじゃないかなというふうに思っています。ですから、このような枠の拡充を行った上で、そこからあまりあるお金がある人たちに対する課税をどうするかという議論をすればよいと順番的には私は思っています。そして、増税が必要だというのであれば、私は全く別の分野に対する課税を考えるべきです。例えば、外国人や外国法人に対する増税です。具体的な例として言えば、円安の進行に伴って海外からたくさんの人たちが、日本での買い物っていうのは結構安く済むんだなということもあって、多くの旅行客が訪れるようになりました。過去最高レベルでの観光客数があるわけですが、それによって日本国内では
観光客が特定の地域に集中することによるオーバーツーリズム、観光公害という問題が発生しています。こうした問題を少しでも抑制するために、また対策費用を捻出するために、私は観光入国税、それもちょっと高めに取るべきだと思っています。現在これに当たる税としては、国際旅客税といって出国時に1000円だけといったような形での税がかけられています。しかし、1000円だけというのはあまりにも額が少ないと私は思うので、1万円程度は取っても良いんじゃないかなと思っています。オーバーツーリズム問題の資金源をちょっとでも生み出すことができれば、私はこれは有効だと思っています。また、外国人や外国法人に対する税という話においては、他にも不動産取得時における特別加算といったものも考えるべきでしょう。相互主義という考え方を持って、日本人や日本の法人が海外で買えないといったような国に対しては、あなたの国で買えないんだから日本に対しても買えないようにすべきだという話が原則としてはあるべきです。しかし現在の日本の法律においては、そうした相互主義に基づく買えませんよといったことが言えない状態なので、ではどうすればよいかといった時の解決策として私はプラスアルファの税をかけるべきだと考えています。それに加えて固定資産税についても同様の措置を取り、海外の資本が日本で不動産を買いまくるといった現象に対して少しでもハードルを上げるべきだと思っています。ちなみに、いやいや原則通り相互主義で買わせないようにするべきだという意見があるでしょう。この件については国際条約でそうはうまくいかないんだよという話などについて国会議員の高市早苗氏が勉強会などを開いて自民党内部における調査を何度となく行った話などが出てきます。不可能ではないにしてもなかなか政府にそのような意見が反映されないからこそうまくいかないという面もあり、このあたり実質的には難しいのかもしれません。ですから国際条約をいじるといったことがなかなか難しいのであれば国内の法律において税を強く取って少し抑制策を取るというのも一つの手だと思います。海外からの投資の障害になると考える人もいるでしょうが、実際多くの外国人や外国の法人が買っているわけですから、今のままで良いとはちょっと思えません。ちなみに海外ではこうしたどんどん買えばいいじゃないかというのを野放しにした場合において、有名な都市の中心部においてほとんど現地の人が買えない価格になって、お金持ち、それも海外の人たちが居住もしないのに別荘や投資用と物件として多く購入し、現地の人がその周りへと散っていく、そうした中心地過疎化問題といったものが発生するのです。ですから、そういったことの抑制をするためにも放置しておいては問題だよというのを海外情勢から読み取ることも大事でしょう。といったわけで今回は参議院選挙の候補者募集に対する申し込みの現状についての進捗状況、今はネット戦略どうするかなというのを準備しているところで、提出した後で選考に実際にかかるようなところのという状況の報告でした。この進捗状況については話せる内容については順次動画にしていきます。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。